皆さんこんにちは、アンリです。今日は日本の中央省庁、いわゆる霞が関で18万人の国家公務員の働き方が AI を前提とした形に大きく組み替えられようとしているという日経新聞に2026年5月18日朝刊の報道を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。報道によると政府は府省庁の職員約18万人を対象に2026年度から答弁作成、統計分析、予算資料作成など合計500業務に自律型 AI エージェント、つまり人間が指示しなくても自分で順番を組み立てて作業をこなす AI を順次投入していくことを正式に決定しました。プラットフォームは政府専用 AI 基盤ガバメント AI、 ニックネームは源内内と呼ばれていて、その上で鼓2、エリザ JP70B、 プラモ2.0プライムなど国産大規模言語モデル7種類が統合運用される計画です。それではこの霞が関500業務 AI 化の中身と私たちの暮らしに何が変わるのかを4つのセクションに分けて整理していきます。まず最初のセクションは500業務の具体像と対象となる18万人の規模感です。霞が関で働く国家公務員は2026年4月時点で約58万人います。そのうち自衛官、検察官、教員、研究職といった専門職を除いた政策立案や行政事務に携わるいわゆる事務系職員が約18万人で今回の AI 化の対象になります。500業務という数字は決して抽象的なものではありません。報道によればまず手がつくのが国会で大臣が答弁する内容の叩き台を深夜に職員が手作業で書いている答弁作成業務です。これは長年霞が関の働き方改革の象徴的な悪役として議論されてきた業務で、過去にも複数の省庁で夜中の答弁待ちが問題視されてきました。次に各省庁が発表する経済統計、人口統計、産業統計の集計と分析、いわゆる統計分析業務が続きます。そして毎年予算編成期に積み上がる予算資料作成業務、つまり各省庁が財務省に提出する詳細な数値説明資料の作成です。この3業務だけでも霞が関職員の残業時間の相当な割合を占めており、 AI エージェントによる代替の効果は職員の働き方と政策の質の両方に効くと報道は分析しています。2つ目のセクションは源内と呼ばれる政府専用 AI 基盤の中身と LLM7 モデル統合の意味です。源内は政府が独自に運用する AI 基盤で機密情報を扱う省庁業務に対応するため、データが米国のオープン AI やアンソロピックといった海外の AI サービスを経由しないクローズドな環境で動作するように設計されています。源内の上で動く7モデルの内訳は NTT が開発した日本語特化 LLM 鼓2、東京大学の研究室を起源とするエリザ社のエリザ JP70B、 ソフトバンクとプレファードネットワークス系の PFE が開発したプラモ2.0プライム、他に NEC やリコー、富士通などの国産 LLM が続きます。複数モデルを同時に運用する理由は業務ごとに得意なモデルが異なるためです。例えば答弁作成のような長文生成にはエリザ JP7B が強く、統計分析のような数値処理にはプラモ系が強いというように業務ごとに最適なモデルが選ばれます。これは特定の AI ベンダー一社に依存しないいわゆるマルチベンダー方式で、特定の会社が経営上の問題を起こしても行政システムが止まらないようにするための技術的な保険として設計されています。海外の同じような取り組み、例えば米国のフェドランプや英国の Gov.UKI サービスと比べても日本のように複数の国産 LLM を束ねた政府基盤を作ろうとしている例は少数派です。3つ目のセクションは実証のスケジュールと行使政権の予算面での裏付けです。
報道によれば現内の AI エージェント運用は2026年5月中旬から10万人規模の実証フェーズに突入しており、年内に18万人全体へ拡大する計画です。10万人実証というのは世界の行政 AI 導入事例の中でも極めて大規模な部類に入ります。米国連邦政府のチャット GPT エンタープライズ導入が現時点で省庁ごとの数千人規模で進んでいるのと比べると桁が違います。これを支えるのが孔子政権が2026年4月に成立させた2026年度予算122兆3000億円のうち、 AI 半導体支援に特別計上された1兆2400億円です。さらに政府が掲げる5年で60兆円規模の科学技術投資の初年度予算という位置づけです。AI 半導体支援1兆2400億円の使途は、現内基盤の運用コスト、国産 LLM7 社への研究開発助成、政府データセンターの整備、そして職員向け AI リテラシー研修、つまり AI エージェントを使いこなす人間側の訓練の4つに大別されます。これは過去20年で見ても行政分野における IT 投資としては最大規模の集中投下です。4つ目のセクションは、私たちの暮らしと企業活動に何が変わるかという具体的な影響です。3つの観点があります。1つ目は国会答弁、つまり大臣が国会で説明する内容の質と速度が AI エージェントで底上げされることです。これまでは人間の職員が深夜に書いていた叩き台が AI エージェントによって数十倍の速度で複数案生成されるようになります。質問通告から答弁完成までの時間が短縮されれば、職員の残業時間が減るだけでなく、大臣の答弁の中身がより正確なデータに基づくものに改善される可能性があります。2つ目は統計データの公開速度です。経済産業省や厚生労働省、総務省が発表する各種統計のうち、現在速報値として粗い数字しか出ていないものが AI エージェントの統計分析によってより詳細で精緻な、いわば中間確報値のような形で早期公開されるようになる可能性があります。これは企業の経営判断や個人の投資判断にも間接的に影響します。3つ目は企業から政府に提出する各種申請、例えば補助金申請、特許出願、許認可申請の処理速度です。 AI エージェントが申請書類の整合性チェックや過去事例との突合を自動で行えるようになれば、決済までの所要日数が明確に短縮されます。日本の事業者にとって行政手続きの遅さがしばしば経営判断のボトルネックになってきましたが、その制約が2027年にかけて緩和されると見ておくと良いでしょう。ここまでの整理をまとめます。日経新聞2016年5月18日朝刊の報道によると、政府は府省庁の約18万人の事務系職員を対象に2026年度から答弁作成、統計分析、予算資料作成など合計500業務に自律型 AI エージェントを順次投入することを決定しました。プラットフォームは政府専用 AI 基盤現内、上で動く国産 LLM は鼓2、エリザ JP70B、プラモ 2.0 プライムなど7モデル統合運用です。5月中旬から10万人規模の実証フェーズに突入しており、年内に18万人全体に拡大。2026年度予算122兆3000億円のうち AI 半導体支援1兆2400億円が裏付けになっています。今日が霞が関の働き方と私たちが受ける行政サービスの質と速度が AI を前提にしたものに切り替わり始めた日として記録される一日です。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で